皆さん、こんにちは。漫画家の下本慎です。アシスタントの斉藤です。よろしくお願いします。ということで、今日はもう見てください。こちらに大量のお菓子があります。すごすぎる。これ触ったら倒れっからマジで。やばいバランスが立ってる。で、今回の企画なんですけども、お菓子の擬人化当ててもらえたらゲットできる対決。なるほど。結構前に一回やった企画なんだけども、今から我々ここにあるお菓子を自分なりに擬人化したイラストを出していきたいと思います。はいいやー、すごいね。大変そう。各自ね、3キャラずつ描いております。なるほど。で、みんなお互いね、何を描いたかは知りません。で、それを出して、2人に正解してもらえたら、その人は晴れてそのお菓子をゲットできる。ゲットできる。二人にしかも当ててもらいもちろん、うわ、そうなんだ。一人じゃダメなんだ。一人じゃダメです。なるほどね二人にちゃんと2人に伝わらないと、それは正しく擬人ができてるとはちょっと言えないので。なるほどね。食べたい。じゃあですね、はいまず今回、どんなお菓子があるかっていうのを先に皆さんにも教えておきたいと思います。はい。一つ目がですね、ピザポテトです。ハッピーターン、エビセン、カラムーチョ、アーモンドチョコレート、チョコパイ、プリッツのサラダ味、タケノコの里、キノコの山、戦争起きちゃうよ、これ。そうね、タケノコキノコセット、ポッキー、カントリーマーム、果汁グミ、ピュレグミ、チョコボールのピーナッツ、忍者飯のラムネ味、食べっ子動物、アポロチョコレート、好きだった。おっとっと薄塩味、コアラのマーチ、プリングルス、サワークリームオニオン、うまい棒、たこ焼き味、ブラックサンダー、メントスのグレープ味、ビスコ、ラムネ、最後はチュッパチャップスのラムネ味です。という感じで、これの中から我々一人3つチョイスして、擬人化しております。ちなみにこれね、私たち何書いてるかお互い知らないから、被ってる可能性あるの。ああ、そうね、そうね。確かに被ってしまった場合はもう先に出したもん勝ちです。ああ、そうなんだ。ちなみにでも擬人化を失敗してた場合は、その次の人にまた出すことできますので。確かにそうだよね。正解されてしまったら、もう、奪われちゃうもんね。奪われちゃうって感じです。確かに。じゃあ早速やっていきますよ。負けたくない。じゃあどういう順番で出していくか。じゃんけんできじゃんけんだな。早い方がいいもん。最初はグー、じゃんけんぽい。おい、せーでしょ。ビリだ。アシスタントチームに来た。熱い。最初はグー、じゃんけんぽい。おーさすが。じゃあ、強運で強運。順番決まりました。S 君、斉藤、私の順番で1枚ずつ出していきたいと思います。ちなみに今回の擬人化ルールなんですけども、今回まずはですね、商品名を書くのはもちろん NG です。で、ちなみに商品をそのまま書くのはもちろん NG だし、商品にあるキャラクターあるじゃん。例えば分かりやすく言えばさ、これだよね、チョコボールのキョロちゃんみたいな。こういうのを書くのももちろん NG です。っていうのはもうそれ書いた時点で失格になりますので、よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ早速、1番目、S 君の1人目のキャラクターお願いしたいます。なるほどね。俺分かりやすくできたと思う。先生、これは、パッケージで私も思った今ね。一瞬ルール違反してる可能性がある。いや。でも、なんか、酸っぱいラーメン食ってるよね。まあこれね確かに確かに多分サンラータンとかなんかある。でもギリギリでしょ、これ。私は2個思いついてるよ、2個。この映像から。じゃあとりあえず決めて1個に絞ってもらって。決めた。私はまあ一応決めましたので、はいじゃあ斉藤さんか私はこちらの擬人化。うん擬人化なので、ら。S 君を信じて、ピュレグミレモンだと思います。酸っ話してるからね。ぱい顔してたから。先生はいかがでしょうか。私はですね、S 君がルール違反をして、忍者飯だと思っております。あるそんなことある色といいね。ただ私も思うよ。忍者飯だけどパッケージに書いてあるものを書いちゃいけないっていうルール。そう。書いてないんだよ。明らかに忍者書いてたよねで。もほら、口が酸っぱくなってたのよ。だから、忍者と見せかけた、そうだね。何にもね、擬人化してない、ピうんュレグミを、なぜか忍者が食べた。そうだね。と思ってる。そうだね思ってるよ、エスクを信じて。じゃあ S 君の回答をお願いしたいと思います。正解は、はい。忍者飯でした失格もう、いきなり第1問目から失格です。嘘じゃん。いや、今回のいいじゃんルールを理解したら、だって、忍者書いてるじゃん。このままこうやって書いてる。
る。もう、いやでもメガネかけてないし。顔の出てる面積も一緒だし。顔、なんだろう、だって、ちょっと青い付近でこんなのもう、忍者飯だから。忍者が飯食ってる。で、ちょっと、ラムネだから酸っぱいのかなっていうところを書いたわけよ。いやもう忍者が飯食ってる忍者飯だけど、やっぱそのタイトルのこの絵の中にね、忍者描いてなかったらそれ、あ、本当なんだ。でも、我々忍者描いてる。だってさ、そしたら忍者飯どうやって書けばいいか分かんないじゃん。だから難しいんだよ、この企画。みんな頭が使ってこう頑張って描いてるのよ。1個目から企画だ、俺は。じゃあもうあれじゃん。で、じゃあエンディング入っちゃうじゃん、もう。エス君は1問目失格です。失格。あれだって忍者は一緒。忍者飯失格です。不正したみたいになってんじゃん。信じたんだけどな。もう気を取り直して、これがもや1問目よ。悲しいルール違反とか。じゃあ、回答の1人目、お願いしたいと思います。お願いします。私の本気のお口直し1問目。はい。こちらです。なんなんだこれすごいわかるでしょ。かおばさんがうん。似てるなぁ。パスタかそうそうそう。でも、このイメージだから。わかった擬人化だから。わかった。いや、わかるわかる。これ私頑張ったよ。わかった、私は何か。わかったわかった多分わかった。俺も、これは、イタリアンを作ってるということで、ピザポテトや私はこの絵の雰囲気から、おばさんなので、カントリーマームだと思いました。こちらですね。正解は、カントリーマームでした。私が当たってるけど、斉藤、残念。失敗です。俺がピザポテトにしてしまった。確かにイタリアね。いやもう、このいやカントリー町のおばあさん。そうね。だから私そうはやっぱ、いうことカか。ントリーなおばあさんだから、カントリーマーム。キュッキュッて思った。キー握ってちゃいけないと思ったの。うん、そうだね。あーそうだね。そう、クッキー書いたらルール違反。なるほどね。だから、これ。いや、まあでも1ポインント。これ、これか。これがいいのか。ね。エスコラ今、今回、オールルール違反の可能性出てきたよ。大丈夫かなじゃあ、次、私の、これはじゃあ私が初めてみんなに成功例を見せたいと思いまあ、す。成功例ね。成功例見せたいと思います。やべえな。俺全部やばいかもしんない。こちらになっております。マジ擬人化これ私超よくできたと思ってる。ちょっと待って、お菓子見せて、俺に。ちょっとお菓子よく見て、お菓子よく見てわ。かったかも。まあもう完全ミニオンズに最初見えたけどね。あ、ちょっと似てる似てる。うんこれはよくできてるやん。よくできてるよいけね。たかな。先生の絵から見たのは、チュッパチャップスラムネ味です。そう。俺も一緒。同じやっぱこの模様が、なんか、それっぽかった。はい、正解はですね、チュッパチャップスでしたさすがや。やさったすがや。これが擬人化か。やっぱりこのチュッパチャップスの特徴的なこのお花みたいな形あとこの色味。なんか色を鼻この目の色もそうだね。だから目にもそれをあしらったし、髪型にもあしらって、やっぱ飴を伝えたかったから、この丸みを髪型とかにあしらってみて、ちょっと飴を舐めてる風あ、にそうそう。唇もこうなってるのがそれっぽいな。で、洋服はなんか、ミニオンズだけど私、アメリカンな少年とかそっち系のイメージだったから、ちょっとこういうファッションにしてみました。すげえ。これかよ。これです。今回みんな私がやりたかったのはこれです。じゃあおい、むずいよ。私、見事10パーチャップゲット。あ、ちなみに被りない大丈夫被りない。ないよかったよかった。じゃあ私これゲットしました。おめでとはい。じゃあ次、また2週目いきたいと思います。う。いや、 S これ君今度こその下人本当に1問目だから。大丈夫かなルール違反してないから。ちょっと待って。厳正。うんじゃあ、俺、これでいこう。よし、いきます。はい。俺の本当の第1問目。はい。こちらわかった。これ私もわかった。これはいいでしょ。もうこれセーフ、これセーフ。これは分かったわ。大丈夫、大丈夫。多分これは。これセーフ。セーフ、セーフ。セーフだセーフ。ね。これはセーフ。これセーフ。セーフ、セーフ、よかった、セーフ、セーフ。オッケー。じゃあ、斉藤から。この絵柄何なのなんかどこから生まれた、なんか幸せの青い鳥みたいな、なんだろうね。いや、でもまあ、わかんないし、私やっぱ S 君の、この粉振りまいてるのがすごくいいヒントだと思ったいや、よ。うまいよね。これ俺よくできたと思ってんだよ。いや、このキャラ確かに。なんかどっから S 君の引き出しにこんな顔あったっけと思って今なんかちょっと混乱しちゃった。全身タイツみたいな。なんか目キラキラしたりした。でも、まあ、でも分かった。言いたいことは分かったよ。答えてくださいよ、じゃあ。はい。じゃあ、回答斉藤がお願いします。私の回答は、ハッピーを振りまく、ハッピーターンです。
はい、私の回答も同じ。これはハッピーターンパウダーですね、これはもう。やったー正解まあ、強いて言うとだよ。強いて言うとね、多分めちゃくちゃこれ擬人化してる。洋服までバカだ。本当だ。そっから来たのか、首が。だからそうだよ、そうだよ。ちょっとギリギリがないんだけど。まあでもでもこれの目まあでもとかうん服とかをちょっと人間にしたみたいな。これは書いてないので、うん。そうこれを書いたらアウトだったけど。これはだからうん自分なりにちょっと解釈して、確かにで、人になってるもそう。んね。で、ハッピーターンだから、やっぱハッピーを振りまくみたいなイメージで、わかる顔も王様でハッピーにして、これは顔。その、なんかパウダーを振りまけば、なるほどねハッピーターンかなと。エス君の顔、完全にこれだった。これ書いただけだった。まあでもいいでしょう。パウダー振りまいてるあたりひとひねりしてたから。いや、いいよかっパウダーた。っぽいブラシこれでね。こそ第一うん問ね、俺の。じゃあエス君これ。わかったわかっかぶってるんですよ。まさかのやっちゃったあ、みんな書いちゃっ私が食べたかったハッピーターンが先に S 君に取られてしまったというあ、残念。じゃあサイトかぶったやつ見せてください。こちらですね。私のハッピーターンこちらです。これわかる？私じゃない。新本先生が華麗にすごい強さでターンしてる画像。た。これは、俺の方がハッピーターンでしょ。これはいやでもだってコンセプトに確かにコンセプトとしては斎藤のが合ってる。まあ S 君のはあれをそのまま書いてるから。このキャラも。そうそう。だけどあー先に後出しじゃんけんで負けてしまった。確かに、でもこれ私は分かった、すぐハッピーターンって。俺は分かんなかっ S たな。君に伝わってたからってとこだよね。ちょっと俺は S 違う。君がちょっと違うの言ってそう。うん、言ってそう。こんなにハッピーでターンしてるのに。うん。あ、ということで、じゃあ残念。斉藤さんは終了。じゃあ、ということで、斉藤さんこのままもう2週目は、うんいいかぶりということで終了です。で。はい。じゃあ、私の2週目いきたいと思います。こちらです。あー、私ちょっとチョコレートだな分かったよ。見てすぐ。ただちょっとね、卑怯な手を使ったからって思う。まあでも、なんかさ、ちょっと迷うものあるじゃん。でもやっぱなんか分かる気があー、する。分かった。うん、俺も分かったよ。わかったわかったじゃあいいですか、それぞなるほどねれ。じゃあ回答 S 君からお願いします。これは、きっと、これや、チョコボール。なるほど。じゃあ斉藤さん。いや先生と目が合ってニヤニヤした。私の嘘。回答、ポッキーです。私の正解はですね、ポッキーが待って待って、なんで S 君チョコボールにえ、だってさ、俺ポッキーかと思ったよ。あだけど、なんかよくよく見たら、うんチョコボールのこのさ、チョコちゃんのさ、髪の毛の色じゃん。でも確かにで、なんかほら、服とかもさ、チョコボールっぽいでしょ。いや、私さ、これさ、ポッキーのロゴとさ、ハッピーをかけたんだよね。そうなの。しかもさあ、ね、そこ見てなかった。ヘアピンがポッキーの細さなんだよね、きっとね。そうなの。ただヘアピンをポッキーにしたかったけど、ポッキー書いちゃダメじゃん。だから、うん。あえてヘアピンはもう棒にした。で、多分、だから、ポッキーっぽい服の色味で、斉藤さん言った通り、この、ポッキーっていうロゴをそのままハッピーにして、え、このさ、でもやっぱこの細いので分かると思ったんだ。そう、そう。そういうこと分かか。るってなった時に撮ったのがこっちだったんだよ。俺もう見た瞬間に、俺キョロちゃんやと思った。でも言われてみたら、色味めっちゃめっちゃ似てるでしょ。なんかこのグレーズドみたいなのそうそうそう。一緒だもんね。そなんか、キョロちゃん擬人化と言われても、う。めっちゃそうだもんって。 S 君のこのパッケージ取る作戦から考えたらこいつなんだ、確かに。じゃあ残念、今回は失敗でした。これは難しかったわ。言われてちょっとチョコボール並べられた時、確かにと思ってめっちゃキョロちゃんやと思って見た瞬間。はい、じゃあ第3週目いきたいと思います。S 君3週目の3体目のキャラクター、よろしくお願いします。これぞ、俺擬人化って感じだった。いきます。震えてくる、震えてくる。こちら分かったけど。待って待って、これは先生、いや、違反じゃないんですか、違反じゃ。待って、私わかんない。何これ違反じゃないよね。私、嘘でしょもう違反なんで先生分かんないの？うんこれ違反なの同じ顔してて、同じもの着てるよ。これ違反なのこれ。先生これね、多分ね、パッケージよく見たらすぐ分かっちゃう。これ、わかった。これも違反なの。これはこれも違反なの俺。全部違反じゃんじゃん今日。その帽子でも私これは違反じゃない。私わかんなかったからね、すぐ。これ、キャラを知ってたら分かる、このこれは、でも確かに。この目。確かに。これも全部違反じゃねえかよじゃあ。あー、なるほどね。オッケー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 。
でも、じゃあ、もうどうぞ答えてくれよ、オッケーオッケー。じゃあ斉藤からお願いします。先生、これは、私が大好きな、おっとっとです。私の回答は、ちょっと一瞬悩んだ、うまい棒かもと一瞬思いましたけど、多分これですよ。私も、おっとっと。待って先生、キャラ見て。もう一緒なんだよ。私にとってはもう、これは盗作でしょ。ズボンの柄も帽子も。大正解おっとっといや、確かに、一瞬私もこいつのこと忘れてたから分かんなかったけど、まあでもね、私は先に分かった。おっとっとってポーズでしょ。そういうことよ。おっとっとってポーズ。あったじゃなくてポーズ。だから、それはいいよ。でも、言われたらほんとにまあまあ書いてる。だから、先生、これちょっと私もうわかんないです、ルールが。ハッピーターンの時と同じ現象。キャラをそのまま擬人化して書いてる。忍者飯もね。あー、まあじゃあ OK です。ギリギリセーフ。S とおっとっと、ゲじゃあット。、今日全部さ、なんか、ダメ押しでもらってるみたいな感じ。ギリギリだね、そうだね。だから S 君がそのキャラがいないのを擬人化した時どうなったかをちょっと見てみたかったよね。そうだね。ああ、そういうことうん、だね。そうだ。次、斉藤さんの3週満キャラ、よろしくお願いします。私の最後は、こちらです。すぐわかるでしょ。まあ、わかった。ね、こちらきっと頑張ったから。わかるけど、ここういうことでしょ。擬人化っていうのは。待って、俺全然わかんない。これでも斉藤はわりかしそのまま書いてるよ。そう。ちょっとこれもう擬人化だから、わかった俺も S 君と斉藤の擬人化の解釈が、あ、わかったわかっ全く違うた。方向に今回擬人化してるけど、別に両方間違ってはないそうっていう。いうことね。わかったわかったわかった。うん。いいよじゃあ S 君の方からお願いします。これは、これだ。食べっ子動物だね。はい。これは私の回答もこちら、食べっ子動物です。まあ、イメージとしては、食べてる。で、そう動物見てる。動物が捕まってるから、それを食ってるんだというイメージ。うん食べっ子動物だな。そう。ちょっと本当に恐ろしい鳥がいて、このチキンらしきものを食べてるという構図が。正解は食べっ子動物でした。いや、なんだろう、合ってるけど。これもらえたぞいいか待って、ちょっと待ってね。これさ、擬人化な、斉藤は斉藤で擬人化なのか。これ擬人化じゃなくて、なんか、タイトルをうまく伝えようみたいな。食べてる動物。まあ、どうだな。でも食べっ子動物か。じゃあ、あれだ。あー俺と斉まあ藤さんはだから今回反違反ってことだな。いや、それは違反はしたよ。違反はしたね。絶対違反はしてないけど、土壌とはちょっ私の求とねめてた擬人化ともなんか違う気はする。最後の私の、擬人化のイラストは、こちらになっております。ああ、これは一番本当わかるわかりやすいね。でもどっちだ。いや、俺はもう一択やな、これ。まあでもそうか、私も一択か。これは一番わかりやすかったのかもしれない。先生これうまいね。これうまいいでしょいいでしょこれうまいよ。はい、じゃあ私のイラストの3問目の回答それぞれ、じゃあ S 君からよろしくお願いします。これは、これやね。タケノコの里やね、俺は。なるほど。これは、私もタケノコの里です。はい、正解は、2人とも大正解、タケノコの里でしたこれはわかりやすい。もうタケノコ掘ってんだもん。そうです。そういうことです。要は、まあ、キノコの山と悩まれるだろうなとは思ったんだけども、タケノコっぽい形の眉毛。そう、なんか、ああとこれがもしかしたらタケノコでそうもさ、一瞬思ったのが、この髪はキノコに似てるの。髪型が。はい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 。ちょっと悩んだ。でも最初のインスピレーションでいこうと思って。やっぱここが実はでもタケノコ意識した髪で、こう下にちょっとだけ茶色を入れたっていう。あ。このもみあげの形をタケノコ風のイメージにしたっていうのとね、やっぱ私的にはね、やっぱ里に注目した。いや、里だから、人がいっぱいいるんだろうという。でも山は先生ありますよ。いや、だからそこはキノコの山だと思われてしまったらどうしようと思って、やっぱ里だから、里をイメージしてて、私は人数を書いたっていうね。なるほどね後ろに人がいっぱいいる。だから、これは山ではなく里なんだろうっていうところをちょっと意識してほしい。ということで、はい、じゃあ今回のまとめいきたいと思います。はい。だよ。S 君の戦利品見せてください。これはちょっと、ハッピーターンと、下手したら多分忍者飯も取ってたけど、でもこれは、本当になんか俺はもう、なんか優しさでもらったみたいなイメージだね。ギリギリのゲット。ギリギリの優しさゲットだね。はい、じゃあ斉藤さんの戦利品見せてください。私は、1個食べっ子動物を得ました。悔しいです。ハッピーターンが悔しいです。はい。私の戦利品は、
こちら、タケノコの里とチュッパチャップスです。はいはいなんかいいな。いや、ポッキーいけたと思ったけど、ポッキーがいけなかったらいや、あれは悔しかった。完全にキョロちゃんだったからいや、言われたらね、しかもちょっと、確かにね。改めて見るとさ、ブラックサンダーとかも結構同じ色味しててさ、やっぱさ、黄色、赤、茶色っていう色のパッケージのお菓子めっちゃあるんだなっていうのを今回ね、学びました。赤と緑多いね。これよかったらね、友達と集まった時とか、親戚と集まった時のパーティーゲームとしてもね、これ楽しいので、ぜひみんなでやってみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いしお願いしま。ますす。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のシモンとシンと、アシスタントの斉藤とババイ。イバーイ。